こんにちは、たきです。86話解雇、めちゃくちゃ良かったですね。最終回までネタバレありで、それぞれのキャラクターの戦い、そしてキースとマガトについて、アニメの改編、演出を中心にお話していきます。コメント欄にも始まります。まず104期生の戦いなんですが、コニーの戦闘シーン痺れましたね。兄とライナーを助けるためにコニーが戦うんですけれども、まず登場シーン、蒸気の中から出てくるところに痺れました。後ろ向きに進んで反転とか、コニー自身の動きももちろんかっこいいんですが、カメラワークがやっぱ秀逸でしたね。コニーを常に中心とか大きく捉えるだけじゃなくて、画面の端っこに行ったりね、遠くで戦ったり近づいたり、画面の外から戻ってきたりね、してカメラが追い切れない感じで、いや、コニーの戦いこれ痺れましたね。で、コニーのこの兄とライナーを助けるという描写なんですが、兵団の補給所で以前兄に助けられたり、あるいはね、塔ではライナーに助けられたりと、兄とライナーにすでに救われてきたんですね。そんなコニーが兄とライナーを救うことで恩返しをするというところも痺れるところです。で、もう一つね、ミカサとジャンの戦闘シーンも良かったです。前回、そして今回の序盤ではブレードを抜いていなかったミカサなんですが、コニーがね、イエーガー派を倒すタイミングでついに人を殺し始めると、コニーを助けるというところも大きいのでしょう。で、ここからね、ミカサジャンにとっての追加儀礼が再び始まっています。ミカサ同様にね、ジャンに関しても仲間を助けるために敵を撃っていました。で、注目は原作とね、アニメで敵兵の姿が変更されていましたね。この怯えているこの女性の兵士の姿に変わっていました。これはおそらくですが、王政編でね、ジャンが手を下せなかった、この女性の兵士と重ねるためにあえてちょっと改変しているんじゃないのかなと思います。王政編との対比を意図した変更なんじゃないのかなと思います。あの時は手を下せなかったジャンなんですけれども、通過儀礼を経たからこそためらわずに引き金を引いて、仲間を助けたと、そういう進撃の巨人の今までを知っているとまた見方が変わるシーンかなと思います。で、セリフの変更もありましたね。原作だとジャンとミカサのセリフはためらえば仲間が死ぬだったんですけれども、アニメ版だとね、ためらえば地ならしは止められないと変わっていました。前回コニーがね、仲間を殺すことかよと言っていたように、パラディ島のね、今戦っている兵士たちも仲間には変わりないので、そのあたりを考慮してセリフ変更したんじゃないのかなと思いました。そしてミカサの戦いですね。原作だとこれ実はそのフロックが海に落ちてから戸惑うイエーガー派をね、ミカサが倒すシーン、一人をこうやって切る姿はあったんですけれども、実はこのコマの後に全員やられましたっていう結果だけが描かれていたんですね。しかしアニメ版はね、かなり丁寧に描いていました。30秒以上一気当選で複数人を相手にするミカサの戦いがね、今回忘れられないシーンとなりました。自ら手を汚して殺した後にさらにね、雷装で爆発させるところも追加されていたと。マグノリアさんからコメントいただきましたが、ミカサの戦闘シーンは確かにオーバーキルでしたが、イエーガー派の戦意喪失が目的でやったような気がします。あんなん見せられたら普通は逃げますということで、確かにその意図もあったのかなと思います。あとは過去のね、リヴァイの戦いなんかもオマージュしてるんじゃないかというご指摘もありました。本当このシーンっていうのはね、意図的にこのミカサの戦いをね、かなり細かく描いてますね。先ほども言いましたが、原作だと本当このコマだけだったので、その意図っていうのは、やっぱり爽快感よりも残酷さ、怖さを感じる、やりすぎとね、感じさせるというところですよね。戦いの意味とか代償はこういうことなんだよっていうふうに、視聴者に考えさせるところでもあるのかなと思いました。一度一線を越えてしまうと、0人1人たくさんっていう感じになるのかなともね、感じました。で、その後ですね、ミカサが敵の兵士を倒した後にこの血の雨が降っていたんですけれども、エルメスさんからコメントいただきましたが、シーズン1のオープニング、アルミンが血を浴びるのと似てますねと、確かにね、ここセルフオマージュじゃないかなと思います。あとはね、あいうえお作文さんからコメントいただきましたが、リヴァイの OVA を意識したのかなと、確かにここもちょっとね、似てるので参考にしてるのかなという感じしましたね。そしてこの OAD に関しても、最近各種動画配信サービスで簡単に見られるようになったので、そのあたりもまた動画にしようかなと思います。見たい方のために概要欄にリンクも貼っておきます。で、次、巨人たちの戦いなんですけれども、地味なね、改変ポイント良かったです。例えば、アズマビトを守りつつ戦うライナーに関しては、原作にはないちょっとした描写ありましたね。6分40秒あたりに、左腕で雷装を受け止めて、右腕でパンチするシーンがありました。で、この流れで見ると、ライナーがね、このアズマビトを左手で守った後に、うなじに打たれた雷装を防ぎきれずにダメージを受けるというシーンもね、左手で守っていたから、守りきれなかったんだなというふうに見えてきます。鎧の巨人と女型の巨人はね、アズマビト、さらには船を守りながらの戦いじゃなかったらもっと戦えていたんだろうなという感じもします。で、さらにね、女型の巨人に関してもアズマビトを守っている描写がありましたが、女型の巨人に関してはね、この左腕で雷装を防いだんですけれども、ダメージに耐えきれずに爆発して分離してしまうと、鎧の巨人とのね、こういう違いっていうところも浮き彫りになってきますね。
なんといっても今回104期生と対峙していたイエーガー派の描き方っていうところも、また原作とちょっと比重を変えてきたかなという感じがします。例えばこの女型の巨人がね、イエーガー派を倒すシーンに関しても、イエーガー派たち一人一人の人間が命を懸けて戦っているとね、感じさせる作りだったなと思います。具体的には兵士の顔をこうやって画面いっぱいに描くんですよね。で、その上でこの兵士が女型の巨人にいともたやすく投げられる。アニメーションがすごいかっこいいんですけれども、一方でね、あえてモブ兵士の顔を映していたっていうところにも、やっぱり意味があるんじゃないのかなと思います。画面端っこでただただ消費される命ではないというところも示唆しているんじゃないかなと感じました。他にもね、兵士の恐怖に関しては、フロックの演説、ピクシー司令の演説も思い出しますが、エレンが殺されれば、パラディートは血の海に沈む、お前たちの親も兄弟も子供も皆殺しだと。で、兵士たちが未来もそうですし、目の前の巨人にね、怯える姿、イエーガー派にも感情移入をしてしまいますよね。で、現在公開可能な情報に関しても、巨人を相手にしていた頃は巨人が敵だった、国を相手にしていた頃は国が敵だった、それぞれが異なる信念を押し通す限り敵は消えないというね、ちょっと概念的な現在公開可能な情報になっていますけれども、イエーガー派も自分たちの目的信念のために戦っているだけなんだなと改めて思いますし、どちらが正義という描き方、肩入れさせる作りにはしてないようにね、思いました。ただね、今回このフロックに関してはまたちょっと別かなと。フロックが敵に攻撃しようとするシーンがね、この一連の動き最高だったんですけれども、ファルコ巨人に立ち向かうフロックのね、この主人公感、化け物に立ち向かう勇者みたいな構図ですよね。で、ここから先のフロックの一連のアニメーションが最高だったので、ちょっとお話しします。まずね、怒りに我を忘れて暴走したわけでもなく、冷静にね、このファルコ巨人をスルーしていくと。で、両腕の雷装に関してこの後触れていくんですけれども、ファルコ巨人には雷装をね、放たずに、スルーしていったと。で、その後ね、原作になかったフロック VS ハンジさんの戦い、ここもアニメーションがすごいんですけれども、ちょっとした注目は、フロックの頬にね、傷がつけられるアニメオリジナルの描写がありました。ミカサの傷の位置と重なるのはあえてなのかなっていう感じもしますね。で、さらにその後、車力の巨人との戦いになるんですが、ここもね、何とかくぐり抜けると。ただし、右腕の雷装を使用して、先に進んだという感じです。そして、エルディアを救うのは俺だと言いながら、残された左腕の雷装を打ち込もうとするんですね。ここもかっこよかったですね。ここもイケメンに描くことはできたと思うんですけれども、あえてちょっとがむしゃらな、決してかっこいいだけではないフロックの顔にしたんじゃないのかなと思います。で、原作だとね、右腕の雷装を使おうとしていたんですけれども、この一連の流れ見てわかる通り、右腕は車力の巨人に使って左腕を、ね、使うというね、そういう地味な変更もありました。そしてこのエルディアを救うのは俺だという発言も、もともとは人類を救える奴は俺だって思っちまったと、ウォールマリア奪還作戦前に言っていましたが、その後ですね、悪魔がエルディアを救う、それを蘇らせるのが俺の使命だというふうに言っていた。しかし現在はエルディアを救うのは俺だというふうにね、変化をしているんですね。フロックなりに悪魔がいなくなった状況の中でも自分の使命に沿ってね、国のために戦っていくという非常に印象的なところですね。そして最後ガビに撃たれて落ちていくんですけれども、フロックの挑戦ね、始まりから最後までしっかり描いていました。で、この時の注目はやっぱり水しぶきのこの赤黒さですよね。冒頭で綺麗な海を描いたのが効いてくるこの対比っていうところが、この戦いの残酷さを際立たせています。さらにはフロックの演説、エレンが死ねばパラディートは血の海に沈むっていうのもね、こんな風になるよなという風にね、改めて認識させる、非常に残酷な作りでしたね。で、このあたり、注目ポイントは話したんですけれども、ぜひね、スロー再生で、見返してほしいですね。とてつもなく細かく作り込まれているので、私もこのシーンだけちょっと何度も見返しました。皆さんの感想もぜひください。そして最後、キースとマガトなんですけれども、回想シーン良かったですね。まず、兄たちを見送って察するこのキースの姿、この十字架のような陰影がアニメで追加されていましたが、これから死にゆくキースを一つ象徴している感じもします。そしてマガトのね、あの子たちの姿で描かれたこの人物たち、死んだウド、ゾフィア、ポルコ、コルトもそうですし、さらにはね、この裏切り者のジークも入っていると。マガトにとっては幼少期から見守ってきたあの子の一人なんだなというところをね、改めて実感しますね。そんな二人がね、最後に会話を交わすんですが、お互いの立場ではなく名前を言い合う、このあたりもグッときます。で、さらに、アニメで追加された二人のね、名前を言った後のリアクション、ここが一番泣けましたね。このマガトの口角上がる微笑み、そしてキースもね、少しだけ口角が上がって、お互いに理解し合うこのおじさんたちの姿最高ですね。私以前ね、キースとマガトのキャラ考察、それぞれ3、40分ぐらい上げてるので、この二人が好きになったよという方はぜひこちらの動画も見てみてください。
そして2人を見送る船なんですけれども、爆発音を流さずに BGM を流していましたね。その結果、ここでのガビの叫びも感情もね、声が聞こえなかったということで、視聴者側が想像するしかないと。個人的にはここでのガビは、2人の過ごした時間を表すね、マガと隊長という風に言っていたんじゃないのかなと、思いました。で、ピークもガビに触れてね、こらえてマガトを見送る。いや、ここはアニメで見てると感動するシーンでしたね。ということで以上になります。話したいこと今回ありすぎたので次回の動画でアニダズ、ファルコ、ハンジさんなどの話をします。ちょっと皆さんの感想コメントもたくさんお待ちしています。以上、滝でした。それではまた。